まあ有名だったかどうか知らないですけど、はい、俺が一からホストを教えてやるんでちゃんとついてきてください。かつてローランドを駆逐した男は見せしめに遭っていた。寒い、めっちゃ寒いっすよ。お酒好き全然。反応すらしてくれない。せめて相手してくれよ。なんか逃げ帰ってきてるからね。いや、明将が今大事なことって今までの明将をどこまで捨てきれるかだと僕は思ってる。あなたは人生リセットできますか？ローランドが経営するホストクラブザ・シック。その壁際に身長184センチ、かつて年間1億円を売り上げたホスト明将こと明野翔が立たされていた。明将得意の営業スタイルは、いやーもう可愛い。今日もないか。今日もない。これお前書いた。書いてた書いてた。カメラだから気にしない。周りの目なんて関係ない。己のスタイルでローランドすらねじ伏せた経験を持つ。だがここではただの新人ホスト。時代もルールも全部違う。失礼します。ご一緒よろしいでしょうか。はじめまして、翔と申します。これ座っても大丈夫ですか？どうもはじめまして。すいません、手書きの名刺で。今日から入店なもんです。こちらは初回と呼ばれる初めて来店したお客様。ホストとしての腕の差がもろに出る。座って座って。ちょっと飲み物。ああ、なんか飲むね。入る上で、まあ今から気持ちを準備しておいてほしいのは、まず初回とかはもう行きまくった方がいい。なんか頑張るのが今更恥ずかしいなとか、頑張ってがっつり取れなかった時なんかメンツがこうなんか潰れるなとか、ある種の今までの蓄積による変なプライドみたいなのがあるとしたら、俺それが一番再起するために無駄になると思ってんのよ。もうほんと新人になった気持ちでやった方がいい。ガチで。ご一緒いいですか？いただきます。そう、1億を売り上げたホストが初回接客に就くことはめったにない。ここザ・シックは素人集団だと聞いている。確実に送り指名をゲットしたいが、写真指名はなしですか？まあ羽指名と分かんないですからね。いただきます。お疲れ。お腹パンパン。飲みすぎました？食ってきた。お酒好き？全然。ちょっと一緒してませんね。これおしぼり置いといて大丈夫？なんか大人びてるよね、その雰囲気が。それ何見たと思うの？いや、なんか喋り方とか、そのなんていうの、佇まいがいやいや、初対面でお客さんを悲しませてしまった。明将もろとも奈落の底に。初回のお客さんになんか送りはもらえそうですか？
厳しいんじゃないですかね。やっぱなんかまだ遠慮しちゃいますね。今自分の本領発揮がまだできてないってことね。なんか遠慮しちゃいます。なんかちょっと小綺麗にやろうとしてる感じが。あなたは転職した時のこと覚えてますか？翔さんが今買い出しするのよ。買い出し、ちょっと買い出しお願いしたいですね。でちょっと渚さん、ちょっと翔さんに買い出し教えてあげて。キャリアなんて関係ねえ。ローランドからの次の指示は買い出し業務だった。寒い。めっちゃ寒いですよね、この時期。やばいですね。でも暑いよりはいいですけど。買い出しって行ったことあります？今まで歴代で。ないです。ちょっと始めた時もなかったですか？ないと思う。ホスト人生初の買い出し。長年自分の庭としてきた歌舞伎町をホスト歴半年の先輩について歩く。出身どこなんですか？僕は名古屋です。そうなんだ。いつから東京なんですか？大学から東京なんで。東京のどこの大学なんですか？早稲田。早稲田なんですか？ここ学歴っすね。お家が近くてマジ助かります。ここから近いんですよ。はい、確かに。ここの近くで家借りてるって感じで。早稲田卒業？なんでホストやろうと思ったんですか？やっぱあれですね、起業家ホストが悩んで。ああ、なるほど。失敗したんです。ああ、なるほど。はい。ぐるって持っちゃえば。すいません、ちょっとクランベルホテルはどこにあります？クランベル。あっちです。こういあそこホテル。や、あれは違います。こっち行ってまっすぐに行って。そこの最初のところを右に曲がってまっすぐ行くと着きます。ありがとうございます。さすが。一つで。こうしてレモン1個とトイレットペーパーをゲット。これが元奥越えホストが30分以上かけた成果だった。10年ですよ、歌舞伎焼もったいない。他のホストクラブから見れば喉から手が出るほどの逸材だ。ローランド鉄のを着て、それは非合理的にも見えた。ただそんな数時間で明け性にかすかな変化が。なんか何の気なしに買い出しとかもお願いしてましたけど、大変なんだなって思いました。やっぱり新人は大変なんだなと思って。なんか僕が店やってる時に足りなかったのはこういうことへの理解だったかもしれないですね。もしかしたら元奥プレイヤーでホストクラブの代表も経験。明け性と同じ移籍組のダイヤは掃除にからスタートしたんですか？しましたよ。思ったより結構めっちゃしんどかったっす。しんどかったんだやっぱ。出勤時間が早いとか、掃除するとか、なんか想像ではね分かってたんで覚悟してたんですけど、めちゃくちゃしんどかったです。後からめっちゃ思ったんですけど、売り上げが上がるなら別に最後の1週間でも良かったわけじゃないですか。確かにね。いや俺なんで真面目に月初から入ったんだろうと思って。いやだから明石さんも月初から入ったからちょっとずらしたらよかったのにとか思いながら。なるほどね。感情にしてるわけだ。はい。売れっ子も掃除組から始まる。だがやり方次第では早く抜けることもできる。月末に移籍し数日掃除をしながら売り上げを出せば翌月から卒業だ。しかし明け性は月初から出勤。結果ほぼ1ヶ月をフルで掃除組としてやりきらなければならない。新人に戻って相当ですよね。いやだからめっちゃ新人の子にちょっとリスペクトしました。この毎日のように掃除して、お酒もたくさん飲んで、でもう早くから起きて配信とかしてマジリスペクト。売れっ子になると
絶対にできないこと。それは新人に戻ること。ローランド鉄の掟の真の狙いは初心を思い出すことにあった。新人明け賞屈辱の初日、終わりまであと1時間。この程度では済まされない。そう、嫌な予感がした。ありがとうございます。もうね、お姫様のね、人生初のシャンパン、これ本当に嬉しいのと、本日ね、明翔さん、入店にしていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、でも、正直ね、明翔さん、よくわかんないです。俺、ホストのこと、周りのホストのこと、わかんないです。明翔さんのことも有名、めっちゃ有名って知ってます。なんか聞きました、いろいろ。でも俺はわかんないです。俺がラストを取ります。よいしょー。ただの煽りに見えるかもしれない。しかしそこにいるのは押しも押されぬあの明翔だった。レジェンドへのマウンティング、それが今しかできない先制攻撃だ。いや本当に覚えてなくて姫様、締め日のね前日に続きステージシャンパンありがとうございます。でまあそうですね、翔さんがね入店ね今日からしてくださる人だったんですけど、まあさっきレンも言ってたんですけど、俺はなんだろうな、自分のお店のホスト以外全然わかんないんで、まあ有名だったかどうか知らないですけど、はい、俺が一からホストを教えてやるんでちゃんとついてきてください。あとローランドショーのクソみたいなコメントある皆さん見てますか？お前ら俺の鼻くそでも食っとけ。よいしょ新人明け賞を煽りまくる素人集団だったが、おいとんでもない全然とんでもない。電気の裏にちょっとうんちついてた、はい、これ福岡、はい、わかりました。こうトイレットペーパーで。前回先輩としてオラついていた19歳の佐々木レオも一瞬改めてよろしくお願いします。おいもうなんとなく察しましたありがとうございます。よろしくお願いします。そして露骨にマウンティングを取ってきた広海までもがその指名客と共に謝ってきた。なんで謝るんですか張さん。でもやっぱ敬意はあるっす。4桁売れる人、1000売れる人っていうのも 0.1% って言われてる世界で、億売れる人っていうのは本当選ばれた人しかいないわけで、それをやったあの人はすごいっす。ローランド鉄の掟、それは先輩後輩関係ないお互いへのリスペクト。素人集団に急遽紛れ込んだ元奥越えホスト。閉店後もみんな興味津々だ。やりにくいですねつかせてほしいです。ぜひぜひ。面白いこと言えないんでハマってるくらい。面白いことなんか僕も言ったことないですよ先月ぐらいに当然抜けたんですけど、先月が前に
持ち込んだ時期で、それで今月からまた当時からやり直してっていう。いや結局メンタルを保つしかないというか、でもレオ君かっこいいじゃないですか、顔がマジで。だからなんか結局あとはその数字もね上げてきたんだろうし、多少あったと思うんで、なんかその時の自分どうだったかなとか自信持ってやるのが一番だと思うんで、水障害ってほらもう何でもすごいんで、結局いい時も悪い時もあるじゃないですか。だから結局は最終的に自分がいい時のことを思い出して自分のことを信じてやるしかないのかなと思いますけど、だって来年の今、先月のリーグ覚えてるか多分覚えてないんですよ。多分覚えてない。確かに。ってことはそこまで技術じゃなくて、その月を全力でやるしかないのかなと思いますけど。後片付けも終わり。お疲れ様です。お疲れ様です。大丈夫ですか？大丈夫ですか？たくさん飲んでいただきありがとうございます。週末ね、元気に最後まで12月乗り切りたいんで、明日からもよろしくお願いします。はい。本日も一日お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。あれお答えは俺のこと好きなやつとめっちゃ好きなやつとめっちゃ嫌いなやつ分かるこれは今こっちだ12年ぶりに新人に戻った感想は。なんか楽しかったですけどね。なんかもうちょっと覚悟してたんですよ。もうちょっと厳しくとか意地悪とか、意地悪というか、なんかすげえ言い方悪いですけど、俺の10分の1も売れてないようなやつらがめちゃくちゃなこと言ってくるのかなとか、正直ちょっとそれもでもそこにも稽古使おうみたいな覚悟で行ったんですけど、普通にみんないい子でしたね。立ちっぱなしの一日、慣れない掃除もこなし、体力はすでに限界のはず。そんな明将が向かった先は思いもよらない場所だった。なんと今の勤務先から徒歩5分、明将の故郷プラチナ。たった5日前までトップホストとして在籍していた場所だ。すると真っ先に迎えてくれたのは、いるじゃねえか、いるじゃねえかよ、いるじゃねえかよ。どうだった？いや楽しかったですよ。楽しい。楽しめた。明将育ての親瀬名蘭社長。もともと俺が1億売れたのってもう蘭さんありきだったというか、蘭さんって誰よりも僕のヘルプついてくれたんですよ。今だから言える話なんですけど、蘭さんって結構小びいきだったんですよ。ちょっとしたエコビそれで売れた数字でもあったんで、なんか10回飯行くより飯をおごってもらうよりそれ1回してもらう方がよっぽど僕にとっては確いい上司っていう感覚だったんで、上司が恩師に変わる時、そこには別の物語が必要だ。まあ、今までローラナさんが引っ張ってくれてたりとかラン社長が引っ張ってくれてたこのプラチナっていう店がまあ実質僕を筆頭に頑張っていけたらなと思ってる中で、ローラナさんに向けてもプラチナはやっぱりすごいねって言われるような店にするために俺も力を尽くすので頑張りましょう。そう、そこには泥沼の戦いがあり、その勝利がリスペクトへと形を変える。せーの。そして今から4年前、プラチナからの独立を決意した明将に蘭社長はよく喋るせいみたいな、両極で顔が濃くてみたいな、両極端の中ではで4年前に一緒に働くことになって、明将がすごい受け入れてくれて、いや明将もはやヤバいやつレベルで明将を気にかけていた。ありがとうございます。でもまあそうだね、思ったよりそっか
よかったんだ。なんか逃げ帰ってきてるからね。どう思った？根掘り葉掘り聞かせてもらうわ。ほんならじゃあくればくれば初日お疲れ。いやダメもうこれ茨の道は行かせんといけんやん。変に明けお疲れとか言いたくないわ。どうやった？楽しかった。でも俺これマジ今日思ったこと言っていいですか、今ファーストやるのって超緊張するよ。研修受けて。ああなるほど。でも教えてもらって本当にむちゃくちゃ緊張して。それ好かれるよ。それだって10年以上やってるでしょ。緊張しながらやるの好かれるよ。確かに。ちょっとマジで俺研修の最後にこうじゃあやってみてください、実践してみてくださいって言われた時マジで緊張して最初へっと思って。いや好かれるよそれ。だってねちょっとタジタジでしょ。タジタジやめっすよ社長。変に化粧が今大事なことって今までの化粧をどこまで捨てきれるからと僕は思ってる。だからそのタジタジなのがさ、結局それできねえんだが、やっぱいいじゃん。仲間として受け入れられるにはやっぱ全力でやらないとだよね。ここで愛弟子も加わり、とうとう本音が漏れてしまう。弱点はローランドグループの。社長早いよ切り込みが。やっぱ1日目でも分かるやつは分かると思うんだよね。なんか勢いとノリとか、なんかそういう勢いをあんまり感じなかったかな。ローランドはむしろ秋のショーのカラーを入れたいんじゃない？なんなら、それがホストクラブだってことを自分がずっと入れないから、自分が一緒に戦った秋のショーがやっぱプレイヤーとしても尊敬もしてる部分もあると思うし、内勤者でもないし背中見せてほしいっていうのをプレイヤーたちに伝えたいんじゃないかね。翔さんの存在は多分すげえでかくなると思う。多分そのシック時代に影響を与えるんじゃないかな。どう出るかだね、ショーが。ですね。まあ売れるのは売れるじゃないですかきっと。どこでも売れると思う。売れるは売れると思うんですよ。ただどこまでいけるのかの話だと思うんで。そうだね。いややっぱ過去超えじゃない。一応僕はそれをやっぱ目指してるし、そこが一番の1億の壁ってそこおもろいな。そうなれたら狙ってずっとコンプレックスなんですよ逆に。あの時27、8のなんかその1億ってそこをずっと超えられてない自分っていうのがコンプレックスで、でもその1回の実績でみんなはすごく気使ってくれて、なんかまあね気使われてるよね多分ね。あともう1個、俺過去の栄光を捨てて挑むっていう覚悟で時計売りましたね。あ、それかつブレゲ？ブレゲ？あと髪も切ったでしょ。髪も切りました。俺それが一番ムカついた。ブレゲ売るより健康食事に髪切るんだ。いや社長ブレゲ売った方がでかいっすよ。